こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーン興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリターンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、また今朝メンバーシップ動画の方も公開いたしましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、全体でプラス 0.73 億ドルを記録しています。グレースケール、フィデリティの流出が目立ちますが、ブラックロック、アークに流入がありまして、プラスとなっています。これで4日連続の準流入となってますが、週間ではマイナス 0.4 億ドルほどのマイナスとなっています。あと、香港はいつもの時間になってもまだ更新されてないので、今回は飛ばそうと思います。あと ETF 関連では、先日のバンエクに続いて、21シェアーズがソラナの現物 ETF の S1 フォームを申請しています。ソラナは SEC に証券認定されていることから、承認される可能性は低いと見られていますが、2社目の申請となっております。ただ、ソラナの価格は1社目の申請の時と違って影響もなくですね、調整入ったままとなってますね。一部ではソラナ ETF の承認はトランプが選挙に勝たない限りは難しいと言われてますから、ソラナ ETF の申請イコールトランプ勝利要素なんてことも言われたりもしてますね。これからまた選挙戦の話題取り上げますけども、米大統領選とソラナ ETF の行方に注目ですね。あとオンチェーンの方では 1000BTC を保有するクジラが6年ぶりに動いたことも話題になっています。6年前に 1000BTC 入金されてますが、今回コインベースに送金されてまして、先日から話題になってた長期保有者の現物売りがまだ収まってないと見られています。先日ドイツと米国の売りが続いているのも取り上げましたけども、マウントゴックスの債券者分配が7月から開始されるという発表もありましたから、その前に一部は先に売っておこうと考える人もいるのかもしれないですね。ビットコインの価格は現在6万700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、5月の米 PC デフレータが総合価ともに予想の 2.6% に対して結果も 2.6% と予想通りの結果となったんですが、どちらも前回を下回る結果となりまして、権利下落要因となっています。ただその後の米シカゴ購買部 PMI が予想の 39.0 に対して結果が 47.4 と予想前回を大きく上回りまして、結果的に米金利が急上昇して市場全体が下落しております。米国債金利は 4.40 を推移しておりまして、ナスダックが 19,680、S&P 500が 5,470、ダウ平均が 39,110、金ゴールドが 2,326 ドル、日経平均が 39,580 円、ドル円が 160.8 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のビットデアが工業用地を30年リース契約して、マイニング容量を570メガワット拡張することを発表しています。仮想通貨市場全体が厳しい中、ビットデアの株価はプラス 4.9% と上昇しています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 2.0%、額としては310億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.1%、バイナスミはロングが 75.3% と上売りになっています。今後の指標としては、6月30日に中国の PMI、7月1日に各国の PMI、米 ICM 製造業景気指数、7月2日に米ジョルツ求人件数などが控えております。米金利急上昇で市場全体が調整に入る中、ビットコイン仮想通貨市場もそれにつられて下がっております。昨日警戒されていたデリビットのオプション期限切れの時間帯、日本時間17時頃にもですね、若干下がった動きがありましたけども、先ほどの指標の時間帯、9時以降からの下落がやはり目立ちましたね。ビットコイン単体で見ても、今週は米国、ドイツ政府の売り圧からマウントゴックスの債券者分配開始発表と、ETF の流入は先週に比べると若干回復しましたけども、週全体ではマイナスとなってまして、振り返っても上がる要因のない週だったのかなと思います。ここから休日に入るので、少しは動きが緩くなると思いますけど、何かしらプラス要因がないと、ビットコイン自体は来週も難しくなるんじゃないかなと思いますね。チャートだけ見たら6万ドルの攻防で反発した形になってますが、抵抗も特に超えてなくてですね、弱い印象は変わってません。
短期では6万ドルを下抜けした後、5万8000のラインで耐えられるかどうか、上はまず6万2000の抵抗を超えられるかどうかが焦点になると思います。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。SEC がコンセンシスを提訴しています。SEC はメタマスクのスワップとステーキングサービスを通じて未登録で提供を行い、ブローカーとして2億5000万ドル以上の手数料を徴収し、証券法違反を犯したと主張しています。この件は4月にコンセンシスが SEC からウェルズ通知を受け取ったと公表してからの訴訟なので、一見インパクトないように思いますし、他の見解を見てもですね、SEC の主張はちょっと弱いみたいな意見が多い印象はあるんですけど、訴訟内容を見るとですね、メタマスクを通じて利用されたイーサのステーキングプロトコルのリドやロケットプールも証券法違反に該当すると主張してるんですよね。リドといえばイーサのステーキングのシェアを多く獲得しているプロトコルですから、この訴訟が通った場合ですね、イーサにも何かしら影響があるんじゃないかと懸念されています。昨日 SEC の社内審判が廃止された件も取り上げましたけども、SEC の権力が今後も続くのか注目ですね。イーサの価格は現在3380ドル、BTC 建ては 0.0557 と、昨日からは下がっております。先物の方では、大は全体でマイナス 3.3%、額として144億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.6%、マイナス目はロングが 78.4% と下寄りになっています。スポット SITF の取引開始は7月と噂されてますが、BTC 建ても抵抗あたりで折れた形になってまして、単独で強い印象はありません。ドル建てチャートもかろうじてまだ底値を保ってますが、3400の抵抗に弾かれた形になってまして、こちらも特別強い形にはなってない状態ですね。こちら月替わりの週明けから強くなれるのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。連日話題になっている米大統領選ですが、やはり先日の討論会からバイデンの印象が良くなくてですね、バイデンが大統領選から撤退するんじゃないかという噂が出ています。ポリマーケットの方では討論会が行われた後ですね、バイデンの撤退予測が急上昇してまして、現在は少し落ち着いてますけども、それでも 31% が撤退を予測してます。あと他の報道関係ももうすでに後任の候補者探しに動いているところもありますね。そしてトランプ勝利の予想も討論会後急上昇してまして、こちらは 63% がトランプ勝利を予想してます。でまたクラーケンの創設者パウエルが先日のウィンクルボス兄弟に続いてトランプに100万ドルを寄付して話題になってますね。バイデンが撤退した時点でトランプと並ぶ知名度、人気を持つ候補者がいないでしょうから、トランプ勝利が濃厚となって仮想通貨市場がお祭り騒ぎになるシナリオもあると思うんですけども、ネットではですね、バイデンのクローンは何体もいるなんてネタにまでされてますから、そう簡単には引かなそうですよね。後任出すとしたらどのタイミングになるんでしょうかね。米大統領選の今後の進捗にも注目ですね。あとはコインベースが5つのアルトの先物登録を CFTC に申請しています。対象銘柄はドット、シブ、ステラ、アバックス、リンク、7月15日以降に取引開始予定とされています。以前はこの先物登録もアルトの現物 ETF までの布石と言われてましたけども、現在あんまり盛り上がってないですね。対象アルトも単独で強い印象はありません。ただアバックスはソラナ ETF が話題になってから比較的強い印象ありますね。現在アルトが弱い理由に関しては何個か挙げてますが、今後またこれらアルトの巻き返しがあるのか注目ですね。あとここからはアルト関連になります。スタークネット上で最大の TVL を獲得していたノストラの CEO がトークンローンチからわずか11日で退任したことが話題になっています。で、この発表直後にノストラのトークンも下落してまして、この CEO ガライ氏が売り払ったんじゃないかと噂されてたんですが、ガライ氏はアドレスを掲示してそれを否定してます。ただノストラの価格はまだ回復してませんね。時価総価1412、スタークネットもエアドルからほとんど話題に上がらなくなりましたけど、こちらも巻き返しがあるのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。